こんにちは、村雲です。今回の動画はスープラカスタムとなっており、カスタムの内容としては、以前から実施していたことは紹介していましたが、スープラの車高を下げるというものになっており、車高を下げる前後の様子や、車高を下げた後の乗り心地や注意点などを紹介していきます。それではご覧ください。まずは交換した車高調整キットの紹介です。カスタムに使用したアイテムはこちらの HKS ハイパーマックスツーリングです。こちらのアイテムの特徴としては、スープラにもともと取り付けられている純正のショックアブゾーバーをそのまま流用し、そちらに車高調整機能を追加するスプリングとなっていることが特徴であり、スープラに備え付けられている電子制御のサスペンションシステム機能を損なうことなく車高を調整できるようになったことが特徴であり、購入の決め手でした。車高調整幅としては、フロントが 25mm から 48mm ダウン、リアが 20mm から 53mm ダウン可能となっています。取り付けに関しては、さすがに DIY で実施するには環境も技術も足りませんので、スープラオーナーの方にお勧めいただいた、おそらく愛知県民スープラオーナー御用達のモータリングシートさんにてお願いしました。非常に丁寧に対応いただき、年末の繁忙期であったため1日作業で預かりとなりましたが、通常ですと 3,4 時間の作業時間で作業完了するそうです。早速ですが、見た目のビフォーアフターの比較となります。まずはビフォーからとなりますが、よくスポーツカー乗りの方が実施する指何本入るかですが、純正状態の場合、リアに関しては指2本が入るくらい、フロントに関しては指3本がギリギリ入るくらいとなっていますね。これでも正直なところ、結構クリアランスとしては詰まっているところかなと思います。それに対してアフター状態となります。車高は初めて車高を下げるというのもありまして、調整幅としてはメーカー推奨値であるフロント 25mm ダウン、リア 20mm ダウンとなっています。アフター状態での指何本入るかチェックでは、フロント、リアともに指1本でちょうどというレベルまで車高が落とされており、実用性とかっこよさを両立したちょうどいい感じではないかなと思っています。サイドからのビフォーアフターの比較となります。多少影になって分かりにくいですが、比較してみるとクリアランスが詰まり、アフター状態がよりシャキッとしていますね。純正に腰高感を感じたことは正直なかったのですが、このように1枚で比較すると違いが明確になりますね。自己満足の世界ではありますが、かなりかっこよくなったのではないかなと思います。アフター後の走行関連の印象についてです。まず車高が下がったことによって一番に気になるところが、フロントリップをするなどといった日常使いに関する変化かと思いますが、そちらに関しては純正状態から特に変化はないです。注意点としては、車高を下げてもすることはないという意味ではなく、もともとスープラは車高が低いスポーツカーであり、普段からスロープ形状になっている店舗入り口などやばそうなシチュエーションは避けてきており、その感度をより高めて気を使う必要はないという意味です。どうしてもスポーツカーに関しては、こちら側が歩みになって運転しないといけない面はあるかなと思いますし、その意識があれば今回ほどの車高ダウンでは特に変化はなかったですね。続いて乗り心地に関してですが、こちらに関しては硬くなりましたね。これまでになしていた路面のギャップを拾うようになり、コツコツした感触を伝えるようになりました。私はもともとスープラの足回りは
19インチにしたソフトな印象であったので、こんなもんかなという印象ですが、スポーツカーに乗り慣れていない人が乗ると嫌がられそうな乗り心地に片足突っ込んでしまっています。こちらに関しては車高を下げると起こり得る当然のことなので、不満があるというわけではありませんが、やっぱりそうなったかという印象です。一応対策としては、タイヤの空気圧を指定の空気圧から少し下げるということを実施することで、根本対策ではありませんが、乗り心地をソフトにすることはできますので、気になるという方は実践してみることをお勧めします。車高を下げた注意点としては、こちらの画像をご覧ください。お分かりになりますでしょうか。ヘッドライトの照射範囲がどう考えても狭くはないでしょうか。フォグランプ並みですね。車高を下げたため、多少はあり得るかなと考えていたのですが、どう考えてもおかしいなと考え、少し考察してみました。推定要因としては、車に搭載されているヘッドライト照射範囲のオートレベリング機能に起因するものと思われます。オートレベリング機能は、トランクなどに荷物を積んでリアが沈み込む、つまり車両が後ろ下がりになっている際にヘッドライトの照射範囲を調整することで対向車などに対して防御を行う機能となっています。そしてこのリアの沈み込みを検知するセンサーはリアにしか搭載されていないのが一般的となっており、それが問題の原因です。この機能がついている車両で車高ダウンを行うと、実際車両は水平なのにリアが沈み込んでいると車両が誤認し、ヘッドライトの照射範囲を下向きにすることで写真のような状態となってしまいますので注意です。対策としてはヘッドライトの光軸調整で矯正するしかないかと思います。私の場合直近で車検がありますのでディーラーにて対応いただこうかと思っていますが、もしスープラでの光軸調整の DIY 方法を紹介してほしいなどありましたらコメント欄までお願いいたします。次のカスタムとしてはご覧の通り、リアの方に関しては車高も落としたことでいい感じのスライズになっていますが、フロントに関しては少し奥まっている感がありますので 5mm のスペーサーをかまそうかなと考えていますので、そのカスタムの紹介になるかなと思います。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。